この今亡くなられた方は怒りの真ん中にいるように見えます。でそのまま見てると帰らない可能性もあるんです。お父さん、はい、前にこう、ジャニーズの問題取り上げたじゃないですか、はい、その時にやっぱ今後いろいろ出てくるよっていうふうにお父さん言ってたけど、こう最近宝塚、ちょっと前からね、なんかいろいろごたごたしてますけど、これ、このこと亡くなった方がいらっしゃってね。そうですね。まあ、だからそれが例えば僕が予言してそれが当たったとかっていうよりは、僕はあの時そういうふうに言ったのはね、ジャニーズだけじゃないですよってことが言いたかったんです。あの時はジャニーズがいわゆるクローズの世界でいろんな悪いことっていうか世の中で認められないようなことがね、行われていたでしょっていう話だったじゃないですか。でもそれがみんなジャニーズ叩きをしたけれども、僕に言わせると日本っていう社会は、やはりなんだろうな、ちょっと体育会系っていうか、一つのやっぱり物事を学ぶのに石の上にも3年じゃないけど、10年修行しようじゃないけど、そういうふうになんか時間をかけていろんなことを学べよっていう、そういう考え方の文化あると思うんですよ。特に昭和のね、昭和の世界観っていうのがあるし、まあ宝塚にしてもね、日本のその文化って、それこそね、明治大正っていうふうに、だいぶ昔から来てますから、古ければ古いほどやっぱ体質的に上からっていうか封建的というか、で、それが本当に不思議なんですけど、許されちゃう。そうですよね。だからジャニーズ絶対許さない。なんでこんなことしたんだっていうのは、逆に言うとそれがじゃあ、歌舞伎の世界でどうなんですか、それが、じゃあ宝塚どうですかってなった時に、もっと僕はそういう意味では封建的だと思うんですよ。ジャニーさんの場合は多分ジャニーさんがいて、亡くなったジャニーさんがいて、その近辺の人たちがいろいろ悪さをしてて、言えないっていう空気だったんですけども、業界自体がちょっと言葉あるかもしれませんが、そういうふうにまあしゃあないなとか仕方ないなとかね。まあ時代とはちょっと違うけど、でもうちの世界はやっぱりそういう面で厳しいよねとか、上に逆らえないよねとかっていう風な空気感はありますよ。だからお相撲のところもあるだろうし。でも今後やっぱりそれが SNS の時代になってきて、世の中が数の時代になってきましたから、年齢が上とか下とか、偉いからこう上から言うとかっていう時代がもうなくなってきて、それぞれの個性がまずは認められましょう。それぞれのアイデンティティもしくは考え方をちゃんと認めてあげましょうという時代になってきたので、たくさんいろんなことが僕はリークされてきていると思うんですね。だからまあ宝塚もやはりね、主役を取りました。悔しい。主役って一つしかないですからね。そしたらそれに対して悔しいっていうふうにして嫌がらせしてやるとかっていうようなところが、まあまかり通ってしまう。あと先輩後輩とかね。先輩後輩とか、あとやっぱり女子の世界ですから、そういう意味ではやはり生き残るね、サバイバルみたいなところももしかしたらあったかもしれないし、ぜひ分かっていただきたいのは、だから宝塚がダメなんだよとかっていうことじゃなくて、まあ、ずーっと歴史的に続いてきたものに対して悪しき習慣とか、その時代感に合ってきて、今の時代に合わないことはやめていって、まあカスタマイズしていくだけのことだと僕は思うんですよ。そうすれば日本のお相撲もそうですし、歌舞伎もそう、宝塚もそう、もしくはああいうジャニーズのようなね、いわゆるアイドルって言われるような、そういうのも全部日本の文化ですから、残っていくと思うんですよね。はるさん、亡くなられた方、ご本人は今こうご自身の状態もう3次元からなんかこう旅立ったっていうのは分かっているんですか？分かってないですね。その瞬間にまだいる感じがしますね。これはどうするとこう一日でも早くこうなんかこうあれなんですかね。皆さんがね、例えば生活してて、たまに電車の中でずっとブツ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 言ってたりとか、急に怒ったりとかする人とかいるじゃないですか。明らかに、まあ、病院で言うと、いわゆる統合失調症と言われるけども、まあ見てたら、こう、憑依されてるような、明らかに女性だけど男の言葉で喋ってるのとか。それは何かっていうと、今回のこの件もそうなんですけど、じゃあ、亡くなりました。恨みがあります。だけど、あの世に戻らなきゃいけないじゃないですか。だけども、ある一定の期間は、実は同じ仲間が迎えに来るんですよ。で、説得するんですよ。で、ある一定、多分それが4、5年か10年かちょっとわかんないけど、それを一生懸命説得するんだけども、それに対して、
頑固で絶対許さない。もう絶対私は許さない。だから私は帰らない。この恨みを晴らすまではっていうことを言い続けると、せっかく迎えに来てる人たちも期間が過ぎたら出なきゃいけないですね。で、それになってしまうともう救えないんです。だからずっとそこにいます。だから誰も救えないと思います。それは、いわゆる神様という人が来ても救えないし、宇宙人が来ても無理なんですね。だから一番は亡くなった時のその恨みに対して、その度合いが強いと、周りがいろんな亡くなった方とか方が来ても説得してもダメなので、できればね、僕は、もう、亡くなってしまった人には僕らが話しかけても仕方がないんですが、今生きてる皆さんに言いたいのはね、人を恨むとか、仕返ししているとかね、こうやられたから絶対に許さないとかっていうの、今すごく多いんですよ、世の中が。で、これは、まあいいですけど、じゃあ例えばそれで亡くなってしまうとか、あの世に旅立った時に、自分が帰れなくなっちゃうってことは分かっていただきたいですね。なるほどね。昔からよく自分が怒ると自分にね、降りかかってくるよとか、人を怒っても自分に降りかかってくるよっていうのはありますが、それは具体的に言うと僕が見るとそういう感じなんですよ。とにかく、一回そこに、なんていうのかな、とどまってしまって、もう帰りたくないと。もう、恨みは話さんといけないとかね、納得がいかないとか、なんで俺がこう、なんで私がってなっている時に、迎えに来るんですよ、みんな本当に。説得するけど、そんなことじゃ聞かなくなっちゃうので、だから生きてる前から、起きることは全部自分に責任がある。たとえ相手が悪かったとしても、自分に原因があるって考える人の方が、早くこの世から旅立って元に戻れるんでね。この今亡くなられた方は、ちょっとその傾向が強い感じがするんですよ。なんで私が執着しちゃう。執着だから、そもそも亡くなってることも分かってないかもしれないし、怒りの真ん中にいるように見えます。でそのまま見てると帰らない可能性もあるんです。だから親御さんも含めてみんなでね、親御さんのことまた騒いで、この子の恨みを晴らしてやるみたいなことをやってると、どんどん、なおさら火に油を注ぐんで、もう亡くなったらそこで終わり。はい、ありがとうございました。では、どういう幕引きであっても、また次やり直しましょうねっていう切り替えの方が、まあ、僕はいいと思います。何を不謹慎だと思うかもしれませんが、僕は、霊界をいろいろ見てる感覚で言いますよ。あえてね。お叱りは、ちょっと僕は、お受けしますが、どんな恨みがあっても、たとえ殺められたとしても、怒らない方がいいと思います。それはそれ。どこの原因でそうなったかっていう、直前の原因では自分悪くないかもしれないけど、もしかするとずっと前の原因、もしくはその生まれる前の原因もありますからね。受け入れることによって、そこでの、いわゆる時間が終わるというか、いわゆるタームが終わって、もう一回のように戻って人生やり直すことができるんでね。僕は、今回こういうご縁をいただいて、この宝塚の亡くなられた方と、ちょっと僕は縁ができたじゃないですか、この動画を通して。僕なりに、メッセージを送ってね、なるべく慰めてあげて、あの世に戻してあげたいなっていう気持ちにはなってます。一回悪いと思って全部叩いちゃうので。すべてをね、100% 全部悪いものだっていうふうにね、ちょっと蓋をするところがありますからね。世の中相対的なんで、善が50あれば悪も50ありますよ。それが善だけじゃないとダメでしょっていう世の中の風潮は、僕は逆に合わない、スピリチュアルストップと言いますけど、世の中の考え方として、3次元の成り立ちとして無理ですよ。やっぱり、光があれば影があるしね。その影の部分だけを言及すれば、じゃあ影を全部取り除いた光が出るかっていうと、また出なくなったりとかしますしね。そうですよね。そこはやはり、相対的ですから、別に宝塚と来られたことがね、正しかったっていうことではなくて、再考していくことは大事かなって思いますね。あと時代感に合わせてね、ハルさんおっしゃるように、考え方をどんどんバージョンアップしていきながら、よりセーフティーになっていく時代なので、そうですね。個人が守られていく、救われていく時代になりましたから、そういう意味では非常に良くなっていると思うんですよね。だから、それこそ、宝塚ジェニーっていうのわかんないけど、そういう人たちが、過去ね、いや、こんなひどい目にあったんだよっていう人がいっぱいいると思うんですよ。そういう人たちがまた逆に出てきて、
じゃあまた訴えてるとかね、っていう話になるのが僕嫌なんですよ。そうですよね。そうそれをやったところでなんですよね。やったところで、ね、あなたたち、でも逆に言うと、ジャズの時も言いましたけど、恩恵を受けたでしょ、ということもあるんですよ。で、それ以前に日本人だよねって。日本人って私たち、今は西洋的な考え方を取り入れてね、進化してダメでしょって言ってますけど、そもそも日本って村社会で、もっと昔からそういう閉鎖的なことは脈々と行われてきたのが日本人なんだよね。それ一個否定すると全部否定しないといけなくなっちゃうので、否定じゃなくてあくまで肯定していく、ポジティブになる。でも悪いものは悪いとしてちゃんと切り捨てていく、改良するっていうふうにするだけだと思うんですよ。まあ、今回に関しては、僕は事故ではなかったと思ってるので、まあ皆さんのそのご判断、そのご遺族とね、その、まあ運営側のその判断にはなると思いますけどもね、なるべくね、早期の解決を、まだ僕解決したいと思ってますから、して、逆に先駆けていろんな業界にね、私たちはこういうふうに浄化していきますよ。こういうふうに、ローカライズして良くしていきますよっていうふうに、示していくとね、僕はこの連鎖が止まると思うんですよ。まだ続くと思う。またこの業界がおかしくなるとか、次は美容業界だとかね。今度は芸能系じゃない、社会にどんどん飛び火していきます。いやいや、そんなこと言っても、こんな時代に美容師は、実はもうブラック企業だとかね、始まっていきますよ。よくそこは皆さん、ただこう騒ぐんじゃなくて、攻撃するんじゃなくて、うまく調整しながら行くってことは、これちょっと口酸っぱく言いますけども、みんなでこう、頃合いを見ながらね、ちゃんと経済も崩さないように、その業界の良さも壊さないようにしながら進むってことは大事かなっていうふうに思います。